横顔をうまく描くコツということで、こんにちは、斉藤直樹です。結構ね、皆さん、正面顔とか斜め顔は描けるんだけど、横顔って難しいんだよなっていう人多いと思うんです。顔の正面ってね、見られてるけど、横顔ってですね、あんまりまじまじと見ること少ないですし、何よりもリアルな絵柄の横顔だったらまだしも、デフォルメの横顔ってどうなるんだってなりがちですよね。なので今日はですね、そんな横顔の苦手意識を払拭して、横顔も自信を持って描けるぞという自信を皆さんに持っていただけるよう、横顔をどのように描けばいい感じになるのか、そのやり方をお伝えしていこうと思います。それと今回は株式会社一連さんより iPad のペーパーライクフィルム詳細、そしてこちらの iPad 用のペンコスパ革命をご提供いただきました。前回もね、一連さんには詳細をご提供いただいて、そのレビューをね、させていただいたんですが、なんと今回は前回から1個機能を追加してパワーアップ版になっております。お楽しみにしてくださいね。あとですね、これも最初に言っておくんですが、このコスパ革命っていうペンめっちゃすごい。だってこれ998円ですよ。安くない？はい、これね、後で詳しく説明しますが、これ入門用、持ち運び用として最適です。今回こちらを使ってですね、横顔講座お届けしていこうと思います。使い心地についても詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。当たりの取り方。最初に当たりの取り方についてお伝えしていきます。これ最初にと言いましたが、もうね、この当たりさえ覚えておけば、皆さんもう横顔描けたも同然です。初っ端から集中して見てくださいね。まずはこんな風に丸を描いていきます。はい。正面なので、1000円ツールを使って描いてもいいですが、別にね、そこまで正確じゃなくてもいいので、僕はフリーハンドで描いていきます。線が描けたら、中心に線を描いていって、こんな風にね、ピザを4等分するように直線を描いていきますね。円の中心に耳の上の部分が来るように、このように耳のあたりを描き入れましょう。はい。そしたら、円の左下の部分に顎のあたりを取ります。円の左端からまっすぐに直線を下ろしていき、円の下の端の部分から左側に向かって線を伸ばします。下から左に伸ばす線は、ちょっとだけ斜め下に伸びるようにすると大人っぽいキャラクター。まっすぐに伸ばすと子供っぽいキャラクターになると思います。これがね、顎の長さの目安になりますね。今回は大人の女性を描いていこうと思うので、少し斜め下に顎を伸ばしました。頭の中央に首がありまして、で、そこから肩を描きます。はい、こんな感じ。一応ね、比率を見てみましょうか。はい。比率はこんな感じ。頭のてっぺんから目の高さまでと、そこから顎までが1対1です。で、目から鼻までと、そこから顎までをさらに2等分する形で当たりを取りますね。ちなみに口の位置は、鼻から顎までを2等分した、ちょっと上ぐらいがいいかなと思います。さあ、そしてこのまま横顔を描いちゃってもいいんですが、単純にね、まっすぐ前を見ているだけだと、動きが少なすぎるじゃないですか。上を向かせたり、少し下を向かせたりした方が、自然な動きを表現できるっていうこともあるかもしれません。今回は少し上を向かせてみようと思います。はい。そういう時はこんな風に変形ツールを使って頭の部分を回転させてあげましょう。上を向くときには、顎を少しね、前に突き出すことになるので、それに伴って首の付け根の位置も引っ張られます。はい。首の付け根の位置をね、少し前にずらしましょう。さっき説明した比率に従って、簡単に目、鼻、口の目安を書き入れていきます。ただね、当たりの線に完璧に沿う必要はありません。当たりに完全に沿ってしまうと、ちょっとね、顎がしゃくれた印象になるかもしれません。少しね、顎を当たり線よりも気持ち引っ込めるぐらいの感じで描いていくといいと思います。はい。こんな感じ。あともう一つ注意ですが、髪のラインは頭蓋骨よりも外側に描きましょう。髪をね、頭蓋骨に完璧に沿ってしまうと、髪の毛のボリュームがない、不自然にね、頭が小さいキャラクターになってしまいますので、髪の毛も含めた頭頂部のあたりもこんな風に撮ってみてもいいかもしれませんね。次に実際にこのあたりに沿って、本当に自然に横顔が描けるのか描いていきましょう。ペーパーライクフィルム詳細、タッチペンコスパ革命の紹介。さて、ここでペーパーライクフィルム詳細の紹介をしていきます。はい。こちらがパッケージですね。中身を取り出してみると、はい。ペーパーライクフィルムが入っておりました。このペーパーライクフィルム、僕めっちゃ驚いたんですが、なんとマグネットの着脱式になっています。はい、そうなんです。さっき言ったね、新機能はマグネットタイプっていうことなんですね。僕ね、このタイプ初めて使うのでちょっとワクワクです。ペ
フィルムの上下にマグネットがついていて、はい。このように、ペタッと画面に沿わせて置いてみると、ペタッ。おお、くっつくようになってます。当然マグネットなので、よっと。はい。簡単に剥がすこともできます。普通のフィルムと違って直接画面に貼り付いているわけじゃないので、動画視聴の時など使わない時には外しておけるのも特徴です。iPad ケースを付けていても使えるということですね。はい、これね、僕ね、ペーパーライクフィルムを貼るときに失敗しちゃうことあるので、その心配がないっていうだけでもめっちゃ嬉しいですね。付ける前と付けた後、見比べてみるとわかると思いますが、反射防止加工がされていて、フィルムを付けた感じはありますが、あんまりね、気になるほどではないと思います。ちなみにね、ブルーライトカット加工はなしです。これはブルーライトカット加工をすることで青みがねカットされてしまうので絵の見た目が変わってしまうのを防ぐためということです。はい。それとこちらのペン、コスパ革命についても同時に紹介しようと思います。なんとこのペン、販売価格998円。とにかく安い。安いです。Apple Pencil の2万円を超える価格に対して、このペンは超安価。ちょっとペン入力試してみたいという入門用としてすごくいいですよね。なんでこんなに安いかについては後でしっかりお伝えします。はい。箱の中身はこんな感じ。ペン本体、そして返芯、マニュアルと保証書がついております。はい。ペン見てみましょう。ペンはシンプルな形です。ここをダブルタップすることで電源が入り、もう一度ダブルタップすると電源が切れます。はい。そしてここをパカッと開けると充電ができるようになっていますね。充電口のキャップは本体に繋がっていて紛失しないのもいいですよね。ソケットは USB Type-C ですね。ケーブルもちゃんと付属しています。さあ、それでは実際に画面に書いてみましょう。一連さんのペーパーライクフィルム。以前紹介したこともあるんですが、書き心地はね、以前と同じです。ケント紙のような感じで、程よい摩擦抵抗があるのが特徴的です。音を聞いてもらうとわかると思うんですが、画面に書いているとき、カツカツしたガラスに当たる感じが軽減され、シャコ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 ってね、小気味いい音がいい感じですよね。で、さっき言ったペンの安さの秘密なんですが、実はこちらのペン、筆圧感知はありません。なので、筆圧によっての線の強弱、色の濃淡をつけることはできません。なのでこんな風に Apple Pencil が筆圧で線の細さを変えられるのに対して、はい、コスパ革命はこのように一定の線になってしまいます。一応ね、補足すると、傾斜検知、傾きセンサーはついているのと、あと画面に触れている手でご入力しにくくなるパームリジェクション機能はついているということです。はい。そしてこのようにペンにマグネットがついているので、画面上部にくっつけておけるのも Apple Pencil 同様です。これでね、紛失も防げますからね、嬉しいですね。当たりに沿って横顔を描いてみる。はい。ここからはさっき描いた当たりを下敷きにしながら、実際に横顔のイラスト描いていってみましょう。一応言っておきますが、当たり通りに正確になぞる必要はありません。線を少し内側に寄せる、外側に寄せると調整することで、描いているキャラクターの体型や表情をコントロールすることができるので、そこはね、その時に描いているキャラクターのイメージや、今の自分の気分によって調整しながら描いてくださいね。それと今は今回ご提供いただいたペン、コスパ革命を使って描いています。僕がちょっと気になったのは、筆圧感知がね、やっぱりないので、線の強弱を調整できないっていうことなんですが、意外とですね、線の太さを変えながら描くことで、そこまで筆圧が効かないということへのストレスはありません。ただね、やっぱり Apple Pencil と単純に比べてしまうと、それはね、もう完全に Apple Pencil の方が書き心地や機能は上なので、その辺はね、998円の入門機と思って買った方がいいと思います。ただね、補足しておくと、入門用としてもそうですが、場面によって使い分けするという風に考えればかなり良くて、純正のね、Apple Pencil 2万円ぐらいするので、これね、なくすとかなり痛いじゃないですか。だから、外出して外で使うときには、コスパ革命を使って、家でちゃんと書くときには、Apple Pencil で書くみたいに、場面によってね、使い分けするのはかなりいい使い方かもしれないなと思いました。さて、横顔だけをね、描いていくのもちょっと構図的に寂しすぎるので、片手を入れていきましょう。こんな感じで、ポーズ写真を用意しつつ、写真を参考にしながら、ペンを持った右手を絵に書き添えていきます。ついついね、想像で描いてしまいそうになるんですが、手は人間の体の中で一番複雑な形状をしています。ポーズによってはいろんな表情を出せる場所なので、写真を撮って描くのがおすすめです。さあ、まだちょっと寂しい感じがするので、女の子に止まっている蝶々も描き入れていこうと思います。カラフルな蝶々が女の子の髪の毛に止まっているような、そんなイラストに仕上げようと思います。
色を塗る。さて、色を塗っていきます。ここからは横顔の描き方とは直接関係ありませんが、色までしっかり塗って仕上げていこうと思います。さあ、ここからはApple Pencilを使って筆圧ありで塗っていきますね。グラデーションなどを多用して絵を描いていく場合には、やはり筆圧感知があった方が良いです。全体を下塗りしたら、陰影をいくつか追加しつつ、キャラクターに厚みをプラスしていきます。蝶々が止まっている髪の毛は全体的に白い印象は守りつつもカラフルな色が所々に入っている印象にしていこうと思います。さて、蝶々なんですが、ちょっとここだけテイストを変えて塗ってみようかなと思いました。Adobe Fresco を使うと、こんな風にまるでリアルな水彩絵の具のように色を混ぜながら描いていくことができるので、カラフルな蝶々を描くときなんかはうってつけかもしれませんね。赤や青、オレンジや黄色、緑やピンクなど、色とりどりの色を混ぜ合いながら全体のイメージを作っていきましょう。はい。残りの蝶々たちも同じように色鮮やかに仕上げていきます。今回ね、全編通してペーパーライクフィルム、詳細を画面に貼って絵を描いてきましたが、紙のような摩擦感があって、かといってガサガサしすぎずに、程よい抵抗感で絵を描いていくことができました。摩擦が強すぎると、書いている時はね、結構気持ちいいんですが、どうしてもペンの先端が削れるなど、摩耗がですね、ちょっと早くなるんじゃないかと心配になる人もいるかもしれませんが、このペーパーライクフィルムはいい意味でそこまで摩擦感が強すぎないので、あんまりザラザラしすぎているのは嫌なんだよなという人にとっても使い勝手の良い書き心地になっているのではないかと思います。はい。書き心地は前回同様のクオリティを保ちつつ、マグネット着脱っていうね、新機能がプラスした感じになります。マグネットだけで大丈夫なの？剥がれたりしないの？ってちょっと心配だったんですが、これね、全然安定していて、書いている途中一度も剥がれたりずれたりすることはありませんでした。最後まで気持ちよくイラストを描くことができました。といったところで、ペーパーライクフィルム詳細とタッチペンコスパ革命を使って描いてみた女の子の横顔のイラスト完成です。ペーパーライクフィルムを使って描いたということで、絵の周囲をフィルムで囲って、そのフィルムを通して見たところがカラフルに色づいている。そんなイメージに最終的に仕上げてみました。ということで、いかがだったでしょうか？今回は株式会社一連さんのペーパーライクフィルム詳細とタッチペンコスパ革命を使って横顔の描き方についてお伝えしてきました。ぜひね、今回紹介した当たりの取り方を参考にしながら皆さんも横顔のイラストチャレンジしてみてくださいね。それと今回紹介した商品については下の概要欄に URL を載せておきましたので、ここからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。